ちは、おさゆです。今回は阪急大宮駅周辺グルメをランチを中心に5つご紹介します。旅やお店選びの参考になれば嬉しいです。まずご紹介するのは阪急大宮駅一番出口を出て右手前に曲がり、三条会商店街の方へ6分ほど歩きます。商店街の手前、右手に見えてくる林道。ランチは日替わりランチのみ。この日は豚肉の生姜炒めでした。コーヒーもついてこのお値段は衝撃です。席はカウンター席のみ。この日は常連さんが多かったです。カウンターを挟んで目の前で作っておられる温かみと、とても優しい接客が印象的でした。日替わり定食豚肉の生姜炒め880円。想像以上に豪華で驚きました。家庭的な優しい味でどれもすごく美味しかったです。豚肉の生姜焼きは特に家で出てくる生姜焼きで幸せな気持ちになりました。席の形状的に人によっては若干入りにくいかもですが、お一人様も多く店員さんも優しく迎えてくださいます。880円でなぜコーヒーまでつくんでしょう。素敵なお店でした。続いては2番出口を上がると見えている天下の焼肉大将軍のご紹介です。こちらもランチでやってきました。お店はエスカレーターを上がり2階になります。店内は広く高級感のある雰囲気です。一人でしたが広い席に案内してもらいました。訪れたのは平日、意外にもほとんどがお一人様でした。理由は多分これ、日替わりランチが790円。この日のランチは個人的にちょっと惹かれなかったので、通常のランチメニューから注文します。種類がめちゃくちゃ豊富です。悩みましたが、大判ロース焼肉1200円にしました。ソフトドリンクがなんと110円。気づいたのが遅かったので、この日は我慢。グラスビールも通常400円が280円。ランチって最高ですね。ロース1枚の表記に足りるか若干不安でしたが、一瞬でその不安が吹き飛ぶロースがやってきました。これ伝わりますかね。多分10人中11人がデカって思うと思います。お箸を置いてみる。ガーリックチップが嬉しいサラダに、これはまあ仕方ない、若干しょっぱめの汁物。ご飯は大盛りにもできましたが、これは普通盛りです。ナムルもしょっぱめかなと思いましたがあっさりで、キムチも辛めで美味しかったです。味付けがされていてやや濃いめではありましたが、ご飯が進みすぎる罪な味でした。柔らかくてすごく食べやすいのにあっさりしていて、焼肉食べてると十分に感じられる美味しいお肉でした。続いては4番出口を出て6分ほど山陰方向に歩きます。美味しい担々麺が有名な担々四条本店。担々麺以外にはチャーハンやピリ辛ナスがあります。席はカウンター席のみ。
平日は12時頃まで空いていました。カウンターの壁が見たことないくらい高く、特に一人で来るときは店員さんとの距離がありがたいです。こちらの担々麺はそこまで辛くないので、テーブルのお薬味で自分好みに調整します。担々麺並800円、大は900円です。いい意味であまり癖のない、誰もが美味しいと思えるであろう安心安定の担々麺です。クリーミーなスープがよく絡む細麺。辛さ控えめといってもピリッと辛さは感じます。担々麺は好きやけど辛いのは苦手って方にもすごくおすすめです。わざわざ行きたくなる大好きなお店です。続いては5番出口を上がり徒歩2分、駅近です。小道を入り住宅街の中にひっそり佇むビーガン料理が楽しめる素食カフェ蓮四条大宮店。実はこのお店でビーガン料理デビューを果たしました。温かみのある店内に可愛らしいおしぼり、お水もさすが常温です。メニューがたくさんあって驚きました。デザートメニューやドリンクメニューも充実しています。どのおかずも美味しそうな本日の精進料理ご飯定食にします。はじめまして、ビーガン料理すごく華やかです。おかずたちは優しい味付けながらちゃんと美味しかったし、黒米入り玄米ご飯が体に良さそうで嬉しいです。薬膳スープだけかなり独特でちょっと頑張りました。とはいえ15種類以上の生薬がブレンドされているスープ、強く健康になった気がします。メインのソイミートのカツもジューシーで美味でした。ビーガン初心者でも入りやすい雰囲気。次はカフェでも訪れてみたいです。最後はお気に入りすぎるパン屋さんのご紹介です。2B 出口を出て徒歩8分。バスだと大宮松原からすぐです。この日は靴ずれで足がかなり痛かったんですが、それでも寄らない選択肢はなく歩きました。食欲恐るべし。コッペパンが有名な丸木製パン所。コッペパンを中心に比較的安価なパンたちが並びます。お昼時などタイミングによってはかなり混んでいます。コッペパンに高まる人はそこまで多くないかもしれませんが、こちらのコッペパンを食べるとコッペパンの概念が覆ります。とにかくパン生地が美味しすぎる。一番おすすめはシンプルなハムロール190円です。美味しさに感動すら覚えると思うので、わざわざでも靴ずれしててもぜひ訪れてみてください。本日の動画は以上になります。この動画が良かったよと思ってもらえたら、コメントや高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。